さあ今回はパーティーにぴったりパエリアパンを使って見た目も楽しいそんなパスタパエリアを作っていきます。楽しみに。まずはオイルを熱したパエリアパンで切ったベーコン、チョリソーを炒めていきます。ある程度炒めたらカットした玉ねぎ、パプリカ、ズッキーニ、マッシュルーム、ニンニク、バター、塩コショウを入れて炒めていきましょう。炒めたものを一旦取り出してフジッリ、トマトペースト、バジル、タイム、トマト、水煮缶、白ワイン、コンソメスープを注いだら炒めた具材を戻し約11分ほど煮てモッツァレラチーズをのせたらパスタパエリアの完成です。詳しいレシピは概要欄で。それでは今日も始めていきましょう。まずですね、ベーコン、ちょっと厚めのこのベーコンを切っていきましょうか。このようにスライスをし、それから縦に、棒状にこのように切っていきましょう。さあこのように棒状に切ったベーコン、それからチョリソーなんですが、生ソーセージ、このチョリソーをですね、乱切りに切っていきましょう。よし。さあパエリアパンを用意してください。さあじゃあオイルを。お隣スープなんですけれども、コンソメスープ、これも温めていきましょう。さあじゃあベーコン、それからチョリソー、なるべくこのチョリソーもね、形を崩さないように丁寧に炒めていきましょうか。いい感じだね。そしたらここで野菜をね切っていきます。さあまず玉ねぎいきましょうか。玉ねぎは半分にカットしてスライスをしていきましょう。そしたらその後はズッキーニ。ズッキーニは輪切りに。いい感じに仕上がってますね。そしたら一旦ここで火を止めましょう。さあ野菜の方に戻ります。ズッキーニ1本使っちゃおう。それからマッシュルーム。マッシュルームは6等分に半分にカットして向きを変えてまた切っていく。じゃあここで一旦このお肉を取り出しましょう。さあこのうまみのあるオイルは捨てずに取っておいてくださいね。また温め直しますので。さあ取り出したらまた火をつけて温めていきます。よし。そしたらこの野菜をさあうまみを吸わせてあげます。軽く炒めていきながら、まだ切る食材はあります。今度はちょっと赤、パプリカですね。赤のパプリカを
もう簡単に縦に切っていきましょう。残り半分も同じように。切ったら移し、それからにんにく、これはもう潰して、よし、にんにくも入れましょう。さあこれで食材は切り終えました。あとはちょっとまた同じようにね、軽く炒めていきます。さあこのようにさーっとよし炒めたら、これもまた一旦取り出そう。さあ多少残ってるけど大丈夫。そしたらまた火をつけてあげて、オイル、よし、パスタ、こんなねじれたパスタ、フジッリ、よし、これを入れていこう。そこにトマトペースト、それからバター、ちょっとたっぷりのバターがいいね。水煮缶ですね。さあこれらを絡めていきながら白ワインを注いでいきます。さあまんべんなくちょっと広げてあげて、よし、ここでスープを、コンソメスープです。さあこのようにワインとそれとスープでこのパスタを茹でていきましょう。でそこに入れたいのが、さあハーブです。ちょっと爽やかなバジル、ザクザクっとこのように刻んで、それからタイム、これもまたいい香りですね。一緒に刻んでいきましょう。よし、さあここに塩と胡椒です。それからこの炒めた具材を戻してあげます。さあパスタもですね、11分ぐらいで茹で上がります。ちょっと茹でていきながらも水分を飛ばして吸わせて、そしてそこの部分を少し焦がしてあげるとうまいです。じゃあこの茹でているうちにイタリアンパセリ、これを刻んでいきましょうか。さあ片付けをしながら面倒を見ていきましょう。さてそろそろ11分が経ちますが、ここでチーズです。モッツァレラチーズ、ちょっとこの熱でねチーズを溶かしていこう。こんな可愛らしいモッツァレラがあるんですよ。さあこの弾力のあるチーズもですね、いい感じに柔らかくなってきましたね。そしたら最後は刻んだイタリアンパセリを
シェアしましょう。よし、いいですね。シェアして楽しめる富士リパエリアの完成だ。良い一日を。